よしおはヘマをした。顧客から苦情が来た。納品した大型冷蔵庫が1週間後、突然故障して、中の食材が腐ってしまったのだ。原因は、配送業者が冷蔵庫を運搬中に、冷蔵庫に衝撃を与えたことが原因だった。冷蔵庫据え付け後、よく確認すれば、底部にかすかにひびが入っていることがわかるはずだった。よしおはそれを見落とした。よしおは後悔した。なんであの時、冷蔵庫の底をもっとよく見なかったのだろう。しかし今さらどうにもならない。すでに冷蔵庫は故障し、中の食材は腐ってしまったのだ。その日、よしおに付き添って、支店長の浜中も、取引先に謝罪に出向いた。取引先の担当者からは、今後、このようなことが二度とないように、と、きつく言われた。浜中に申し訳なかった。よしおの失敗は、上司の浜中の責任だった。そしてもう、取り返しはつかなかった。取引先を出たのは、19時を過ぎていた。駅前まで来て、よしおは浜中に言った。今日は申し訳ありませんでした。以後、気をつけます。すると、浜中が言った。なんだお前、帰るつもりか。よしおが浜中の顔を見る。浜中が続ける。いいか、俺はな。お前のために、今日は、付き合って、やったんだぞ。はい。ちょっと来い。よしおが浜中に連れて行かれたのは、近くの焼き鳥屋だった。浜中はまず、ジョッキのビールを2つと、焼き鳥の盛り合わせを注文した。浜中は、今日はお疲れ、と言って、自分のジョッキを、よしおのジョッキに合わせた。カチンと小さな音がした。さあ食え、と浜中は言った。それはよしおが、失敗を引きずらないようにするための、浜中なりの配慮だった。浜中に言われるまま、よしおはビールにちょっと口をつけ、焼き鳥をかじる。浜中がよしおに話しかける。よしおも言葉少なにそれに答える。
そのうちに、よしおの落ち込んだ気分が、だんだん落ち着いて、楽になってくる。浜中はいい上司だった。職場の仲間の話をする。先輩の小林のこと、パートの中川さんや、年配の下川さんのこと、陽子のこと。よしおはふと思う。自分は浜中に、陽子について尋ねてみたいことがあったのだ。しかし浜中にそんなことを尋ねてもいいのだろうか。しかしよしおは言ってしまう。根岸さん、頑張ってますね。うん。うちとしては拾い物だったな。と浜中が言った。よしおが浜中の方を伺う。あいつは使える。頭もいいし。周囲に気配りができる。よしおは言った。一度、飯に付き合ってくれました。嘘だった。一度ではない、三度だった。浜中は意外そうな顔をした。よかったじゃないか。そう言って、ちょっと冷やかすように。笑った。なんで、俺なんかに。付き合ってくれたのかな。ここでは、うまく。やりたいんじゃないのか。前の視点では、あいつも。散々だった、らしいからな。と、浜中は言った。それは、あるかもしれない。と、よしおは思った。あの噂が、怖いのか、と。浜中が言った。浜中も、例の噂については、知っているらしい。確かによしおは、怖かった。浜中は言った。いいか、噂ってもんには。よく耳を傾けてなくちゃいけない。噂は状況を知るヒントになる。でも信じちゃいけないんだ。もしそれが嘘でも責任取るやつなんてどこにもいないんだからな。よしおが知りたいのは陽子の気持ちだった。なぜ陽子が自分と付き合おうとするのか。そしてそれは浜中に答えられることではない。だからよしおが浜中に聞くことができるのはそこまでだった。しかし突然浜中が言った。お前、あいつの前で鼻の下伸ばして嬉しそうな顔したろ。そう言われてよしおは少し慌てた。
鼻の下なんか伸ばしてませんよ。でも、嬉しそうな顔はしてたろ。そう言われると、よしおとしては否定できない。自分にそのつもりはなくても。確かによしおは、陽子と関わりを持つことを嬉しいと思っている。それは、もしかしたら、してたかもしれません。と、よしおは答えた。それでじゃないか。それでとは、と、よしおは思った。人間っていうのはな。誰かのためになれれば、生きられるのさ。と、浜中が言った。その日、倉庫の整理をしていると、陽子がやってきた。ねえ、お腹すいたね。そういえば、もうすぐ定時だった。陽子にそう言われて、よしおも、腹が減ってきたような気がした。私、ジョナさんのオムライスが食べたいな。と、陽子が言った。仕事は残っていて、定時を過ぎてもやるつもりでいたが、今日は早めに切り上げよう、と、よしおは思った。俺でよかったら、お供するよ。と、よしおは言った。よしおが、陽子と行くのは、値段の手頃な、カツ丼屋とかラーメン屋、あるいは、ファミリーレストラン。そして支払いは、割り勘だった。本当なら、もっと気の利いた店に行って、料金も自分が持った方がいいのではないか、ともよしおは思う。しかし、陽子は、よしおの友達になる、とは言ったが、彼女になる、とは言っていない。陽子が、自分の彼女であるかのように、接するのも、まずいような気もする。よしおは、陽子とどう付き合えばいいのか、よくわからなかった。ジョナサンで、オムライスを2つ注文して、オムライスが来るのを待っていると、陽子が言った。ねえ、うん。小林さんって、ちょっと、
調子のいい人なのかな。陽子が。そんな風に言うところを見ると、何かあったのかもしれない。そう、確かに先輩の小林には調子のいいところがあった。とりあえず吉尾は話を聞くことにした。陽子の話はこうだった。先日、陽子は小林に27ワットの蛍光灯用の照明器具の見積もりを作るよう頼まれた。しかし小林が陽子に伝えた。照明器具のメーカー名は間違っていて、完成した見積もりを見た浜中がそのことに気づいた。資料を調べて正しいメーカーに連絡を取り、値引き交渉をして見積もりを完成させるまでに90分ほどかかってしまった。小林は陽子に謝った。その時陽子は、間違いは誰にでもあるのだし、小林も忙しいのだから、ミスも仕方がないと思った。しかし、その後が問題だった。私のこと、綺麗だとか、なんだとか。急に、よいしょするのね。なんか私、舐められてるのかなって。陽子は、小林のよいしょを、不快に感じたらしかった。吉尾は思った。陽子は、誤解している。吉尾は言った。舐めてるんじゃなくて。あの人は、誰にでもそうなの。そういう性格だっていうだけ。ふーん、と、陽子。運ばれてきた、オムライスに。口をつけながら。吉尾は、自分が、小林に持っている印象を、正直に、陽子に伝えようとした。小林は吉尾の4年先輩だ。5年前、新入社員の頃の吉尾は、小林にこんな印象を持っていた。自分の間違いを笑ってごまかすし、面倒な仕事は吉尾に回したりする。いい加減な調子のいい男。しかし、やがて吉尾にも仕事というものが少しは分かってくると、そうではないと気がついた。小林は決して自分の間違いをごまかしているわけではなかった。自分の間違いを認めた上で、相手をおだてるのだ。それがあまりにもわざとらしいので、おだてられている方は、ごまかされているような印象を持ってしまうが、
当の小林は、そのことに、全く気づいていない。仕事をしている以上、誰でも、必ずどこかで失敗する。だから、どんな人間であれ、誰かに謝らなければならない。自分が失敗したとき、どう謝るのか。小林のように、相手の機嫌を取ろうとするのも、一つの謝り方だ。そして小林がよしおに、自分の仕事を振ってくるのも、そう、咎め立てするようなことではなかった。多かれ少なかれ、仕事というのは、一人だけでこなせるものではない。時には誰かに頼らなければならないのだ。陽子が言った。私もやってみようかな。何を？よいしょ。再生リスト8に続きます。